おはようございます。ケンです。テスラ株400ドル割れよりも重要なのは370ドルです。そして今、その370ドルを明確に割ってきました。でも、ここで多くの人が判断を間違えます。今は本当に危険な局面なのか、それともただの調整なのか、今日はこのポイントを冷静に整理をしていきます。まず最初に結論からお伝えします。今は買いか売りか、これを判断する局面ではありません。今は見極める局面です。ただし、この後の動き次第でテスラ株は大きく分岐します。その分岐点に今まさに立っている状態です。では、まず現在の状況を整理します。テスラ株は直近で400ドルを割り込みました。そして今回、さらに重要だった370ドルラインも下抜けています。さて、今の現状がどうなのか、今日はチャート分析でしっかりと見ていきたいと思います。まずトレンドです。現在のテスラ株は高値を切り下げ、安値を更新しています。これは典型的な下落トレンドです。つまり今の相場は完全に売りが優勢です。先週までは方向感って言っていましたが、もう下落トレンド入りと言っていいでしょう。では次に移動平均線を見ておきます。短期の20日線、中期の50日線、そして長期の200日線、これらすべてが下向きです。さらに重要なのは先週からにはなりますが、株価が200日線を下回っていることです。これは長期トレンドが崩れ始めているサインです。つまり短期だけではなく中期、そして長期でも弱さが出ている状態です。続いて RSI です。短期的には売られすぎの水準に近づいています。つまり一時的な反発は起きてもおかしくはありません。ただし、冷やしレベルで見るとまだ下げの余地があります。ここが重要です。短期では反発の可能性がある。でも中期ではまだ下げが終わっていない。つまり反発してもそれはトレンド転換ではない可能性が高いです。そして出来高です。ここが今回のポイントになります。現在の下げはパニック売りではありません。もし本当に危険な暴落であれば出来高が急増し投げ売りが発生します。しかし今回は違います。出来高は増えてはいますが崩壊というレベルではありません。これは何を意味するのか。答えは恐怖ではなく整理です。テスラ情報を日々発信していますが、これといって明確なネガティブニュースっていうのはありません。今は市場全体の影響を受けている。僕はそう思います。だからこそ崩壊ではないと思います。では、この下げの本質は何なのか。ここが一番重要な部分です。今回の下げは単なる暴落ではありません。市場全体の影響を受けた資金の再配置です。市場は今、テスラの将来性を否定しているわけではありません。ただし、AI、ロボティクス、FSD といったテーマに対する期待が一度調整されている状態です。つまり、市場全体の影響を受けつつ、数字としての結果が出てきていないので、構造的な調整じゃないかと思います。では、ここからどうなるのか、これからのシナリオを3つに分けて考えます。まず1つ目、弱気シナリオです。370ドルを明確に割ったまま戻りが弱い場合、この場合は次のターゲットは340から350ドルです。ここは過去のサポートもある重要なゾーンです。2つ目は中立シナリオです。370ドルをすぐに奪還し380ドル付近まで戻す場合、この場合は一時的に400ドルへの再チャレンジが見えてきます。ただし、この段階ではまだ反発です。トレンド転換ではありません。よほどテスラにとってポジティブな情報が出てこないと、ここはトレンドを転換させるのは難しいんじゃないかと思います。そして3つ目です。強気シナリオです。出来高を伴いながら下げ止まり、底を固める動きが出た場合、ここで初めてトレンド転換の可能性が見えてきます。ただし、現時点ではこの確率っていうのはまだ高くはありません。はい、ということで、ここで一度整理します。400ドルが分岐点、370ドルが本当の分岐点、そして今、その370ドルを割っています。つまり今は結果ではなく分岐の途中です。では、今どう動くべきなのか、ここが一番気になるところだと思います。結論はシンプルです。今は焦って判断をする局面ではありません。なぜなら、
方向がまだ確定していないからです。ここで無理に動くと、最も損失が出やすいタイミングになります。だからこそ重要なのは、次の動きを見ることです。370ドルを戻すのか、それとも割り続けるのか、この1点です。はい。ということで、最後にお伝えしておきます。今は買い場でも売り場でもありません。今は見極めの時間です。もしくはちょっとずつ買い足していくっていうのもいいと思います。テスラに対して強気に見るならば、今はいい買い場だと思いますので、資金をいくつかに分けて、ちょっとずつ買い足していくっていうのはいいんじゃないかなと思います。このあたりどう見るか、あなたの腕の見せ所じゃないかなと思いますけれども、そのためにも、ここで冷静に状況を見れる人が次の上昇を取ることができると思います。あなたはこの370ドルラインどう見ていますか？戻すと思いますか？それともさらに下げてくると思いますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。皆さん、毎日の生活の中で洗剤は使っていると思います。この洗剤なんですけれども、実は海を汚す元になっているっていうのをご存知でしょうか？食器や家などはきれいになるかもしれませんが、実は地球を汚している。例えば、ちょっとね、想像してほしいんですけれども、洗剤の泡なんかを庭の草木にかけようとした時に、それはまずいでしょって思いませんか？ハイターなんかを植物に吹きかけたりしないですよね。つまり洗剤っていうのは環境にはあんまりよろしくないんです。けど今僕が家で使っているナノトップっていう洗剤があるんですが、これは洗浄成分が 100% 植物性なので自然を汚さないんです。しかも洗浄力もバッチリです。さらにもっといいのが、これ1本で家中掃除ができるんです。食器もトイレもお風呂も車だってこれ1本で掃除ができます。ぜひ興味がある方は概要欄にナノトップの公式リンクを記載していますので、そちらよりご確認ください。またナノトップのインスタもありますので、そちらもぜひねご覧になってみてください。環境のために自分でできることは自分で取り組んでいく。洗剤をナノトップに変えるだけで、それだけでも SDGs になります。またナノトップは除菌効果もありまして、50倍の希釈でもコロナやインフルエンザの予防につながります。そういった点も魅力としてあります。そしてやっぱり気になるのはお値段だと思いますが、通常販売されている洗剤と比べて圧倒的に安いと思います。そちらも公式サイトからご確認いただけます。また現在法人様限定でナノトップの無料デモ掃除を行っています。ぜひナノトップの導入を検討されている法人様は、まずはどんな感じなのか体験してもらうのが一番だと思います。全国どこでも行くみたいですので、ぜひ無料でも試されてみてください。申し込みは僕の LINE の方から連絡をいただければと思います。僕も予定が合えば足を運んでみたいと思います。直近ですけれども、4月11日に千葉に新しくできたテスラのラッピング工場があるんですけれども、そこで無料デモを行います。こちらに関しては個人の方も参加可能です。来てみたいなと思われる方は僕の LINE の方から問い合わせの方よろしくお願いいたします。僕も朝一で東京に向かって千葉の方に向かいたいと思いますので、ぜひね、興味がある方、一緒に行きましょう。そしてね、ラッピング工場っていうのもね、見学してみましょう。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。